松村さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。はい、今日はですね、やっと響きが咲き始めましたんで、それを紹介していきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今日は7月の20日なんですけど、やっとこういう形で花が咲いてきました。で、このまま飾るのが一応一般的ですけれども、これはですね、今回はこう投げ込み用の鉢で育てているやつなんですけど、このまま飾るんじゃなくて、こういう形で、下も見せながらこう花がちょっと下に咲くからですね、ここを重点的に見せるので苔玉作りがちょっといいのかなと思って、こういう形の飾り方をちょっと提案していきたいと思いますので、その作り方とあと育て方をちょっと説明していきたいと思います。デンドロビウム響きですね、日本で作り出された品種になります。花が長く咲くっていう品種同士を掛け合わせて作られたやつですね。この去年一昨年ぐらいから紹介しているんですけども、冬の寒さにちょっと皆さん弱いんで気をつけてください。夏はもう全然平気なんですけど、冬の寒さに当てるとちょっとダメージを受ける場合があるんで、そこら辺は気をつけてもらいたいと思います。はい、まずはこんなやつで今流通して、いると思いますんで、これをですね、苔玉にしていきたいと思います。灰苔を使います。灰苔ですね。はい、灰苔。灰苔にちょっと白いマグアンプをパラパラっと、入れます。マグアンプですね。で、ポットから出します。で、これはですね、ニュージーランドから輸入されたバークで植わっています。松の木の皮かな。はい、そういうので植わってますんで、ちょっと株元を少しこう落としてからですね、でこれで苔で包んでいきます。ちょっと鉢が大きいんで少し握りにくいんですけれども、こういう感じで一応握ってから、ミシン糸ですね、ミシン糸で、巻いていきます。ミシン糸、最初のところを親指で掴みます。そして一周ぐるっと回してクロスさせます。そうするともう動きませんから、それでクロスさせて、あとはですね、形を作っていきます。前も何回かやっているんですけれども、で胸でちょっと合わせながら形を作っていきます。宮崎もですね、1週間前ぐらいにこう梅雨を明けたんですけれども、むちゃ暑いですね。暑いですね。はい、35度越してますよ。ですよね。はい、で外で撮影、はい、夏の雰囲気がはい、もう汗だらですけど、はい。でも皆さん梅雨明けはですね、水やりに注意した方がいいですね。もう雨でこう緩んでいる体にいきなり暑い時に水をぶっかけるとこう歯が焼けたりしてしまう場合があるんで、そこら辺は気をつけてください。うちも今2時ちょっと過ぎなんですけども、今はもう最高に温度が上がっているんで水欲しがってるんですけど、我慢してやりません。夕方4時以降にちょっと涼しくなってからやろうと思っています。はい、こういう感じでだいたい丸ですね。それとちょっと片面に押し固めていきます。押し固めてできるだけ丸を目指して、皆さんこの前女性の方と苔玉教室をちょっとやったんですけど、皆さん手がちょっと小さいんで苦労されたところもあるんですけど、ちゃんとしっかりですね、丸を目指してやってしっかり押さえていきます。途中ブヨブヨにならないようにしっかり押さえていきますね。
だいたい2周から3周ぐらいにしていきます。でこの黒糸はですね、もう2週間3週間すると目立たなくなりますんで、はい、これで約3周弱回しましたね。で最後はですね、これをくるっと回して後ろの方で底の方で切ります。プチッと切ります。切ってこの端っこを掴んで中に押し込めます。そうすることによって出てきません。でこういう感じですね。でこの株元をきれいに苔を切って揃えていきます。危うく花を切りそうだ。危ないですね。そこを気をつけてやってください。こういう感じで株元をすっきりさせます。株元をすっきりさせます。あとはこの飛び出たところを切っていきます。こういう感じですね。はい、こういう感じで仕上がりです。で今回はこれに釣り棒をつけますね。こんな感じです。で中心をだいたい探して、はい、ぐさっといきます。ぐさっといって突き抜きました。で今年ちょっと進化したところを説明しますね。この曲げ方です。いつもだったら一回くるっと回すだけで終わっちゃうんですけど、今回もうちょっと工夫しまして、一応これぐらいに一回曲げます。95度45度ぐらいに曲げます。45度ぐらい曲げて、もう一回45度ぐらい曲げます。ここで三角形を作ります。三角形を作って、でこれをもう一回戻しますね。こんな感じです。これ釣り手とこんな感じですよ。はい、三角形を作って、でこれをこういう感じにします。こういう感じ。こうすることによって座りが良くなるというか、下のですね圧が一定にかからなくて、これで押さえてくれるんですよね。こうすることによって下の圧力が分散して、苔玉が崩れないっていうような形になります。はい、今年はそれがちょっと進化したところですね。こういう感じでできますんで、これで、飛び出たところをだいたい切ってしまえばこれで出来上がりです。はい、普通の鉢物をポンと飾るよりはこういう形でちょっと手を加えて付加価値をつけて、見栄えを良くしてやるとまた別物になるような感じなんですよね。はい、これで全体で見れるし、ちょうど花も浮き立ってこう見れるような形になりますんで、これが一つの飾り方の一つかなと思います。苔玉作りですね。こういう感じで、響きの場合はこんな状態で、2ヶ月ぐらいは咲いていますんで平気で、はい、あとはちゃんとこう水をやること、それもできればバケツにジャブンとつけてブクブクが出なくなる前ぐらいに上げてちょっと押さえてあげるんですよ。そうすると雫があんまり垂れにくくなりますんで、それで飾ってもらえばいいかなと思います。ちょっとそれやってみますね。
これをジャブンとつけます。ジャブンとつけてブクブクがなくなるまでちょっと放っておいて、あとはですねちょっと回しながら少し少しずつはたいてあげるような感じですね。ポンポンポンって、はい、これぐらいでいいです。でこれで出してからちょっと押さえてあげるんですよね。押さえてあげると滴りもそんななくなりますんで、こういう感じですね。これで水やりが一応終了という形です。それではですね、こういう形で焦げ玉に作った後の管理法をちょっと説明しますね。はい。響きはですね、水が大好きです。だから大体2日に1回ぐらいは水をあげてください。特に今日のような晴れて温度が高い日には結構早く乾きますので、水やる時間はできれば夕方がいいですね。4時以降で、朝、持ってもらうとかちょっと握っていただいて軽い場合には、朝7時前がいいですね。7時までにはやってください。はい、乾いている状態で乾いてあると思ったら水をやることですね。と中にマグアンプの肥料を入れましたけれども、デンドロビオの場合は基本的に7月までで8月以降は肥料を切った方がいいと言われています。で、マグアンプはとりあえず入れましたけれども、ゆっくり効く肥料で、あんまり影響もないのかなと思っておりますので、8月以降はもう肥料やらない方が基本的にはいいですね。であとはしっかりと9月までは乾いたら水やることです。でなかなかですね、この響きというのは花が終わりません。このままの状態で大体2ヶ月ぐらい平気で咲いておりますんで、花びらが傷んだところだけピンセットで、傷んだところだけ抜いてあげればいいです。傷んだところだけ抜いてあげればいいですからね。意外とむちゃしぶとく咲いてますんではい、本当に半年が咲いたという方もおられますから、はい、でもちゃんと水やりをちゃんとしなくちゃいけませんからね。水やりだけちゃんとやってください。それで、11月12月、11月はですね、11月もある程度乾いたら水あげた方がいいです。1ヶ月近く乾かさない方がいいですね。はい、でしっかり花がついてくれますんで、乾いたら10月以降は乾いたら水あげるというパターンで管理してもらっていいかなと思います。で12月以降は部屋の中です。できれば5度以上欲しいですね。はい、デンドロいろいろありますけれども、この響きはある程度寒さにちょっと弱いような面がありました。いろいろうちも実験してみたんですけど、普通の5度のところでこうしたらですね、少しダメージがあったところもありますんで、できるだけ暖かいところで冬は越した方がいいと思いますね。はい、デンドロビウム響き、今からどんどん出てくると思いますんで、普通の鉢植えじゃなくて、こういった苔玉作りで楽しめることもできますんで、はい、こうするとですね、全体がオブジェみたいに見れますんで面白いかなと思います。この出来上がった製品はですね、 YouTube のクルカラ村からインターネットの方で販売できるようにしておきますんで、はい、今年はですね、ある程度買いやすい値段で提供していきたいと思いますんで、はい、皆さん YouTube クルカラ村ちゃんとチェックしてみてください。はい、限定ちょっと数が少なくなると思いますけれども、今回出していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。続いてですね、皆さんアフィルム結構持っておられる方が多いと思うんですけど、今年ですね高芽が出過ぎました。はい、でこれですね、冬場の管理法を今まで11月で水やらなくていいという方法でちょっと進めていたんですけど、いろいろ今勉強しているところで、特に苔玉とか板付けとかそういった場合はですね、水の乾燥が早いです。ですからそこら辺はですね、今年ちょっと水を多めというか、普通の11月に水を切る方法じゃなくて、1週間に1回か2回は水やる方法でちょっとやっていくという、普通のやり方では違ったやり方をちょっとやっていきたいと思います。去年11月にちょっと水を切ったらですね、こういう形で高めになりすぎたところがあるんですよ。でよくいろんなところで勉強してみますと、やはり鉢植えと苔玉の場合乾燥の度合いが全然違うんですよね。
ですから鉢植えと同じように1ヶ月水切った場合にはちょっと乾きすぎる面もあると思いますんで、そこら辺は今年ちょっと注意して、これから説明していきたいと思います。はい、基本的に乾いたら水あげるようなパターンでいきたいと思っております。で、たくさん今年高芽が出ておりますんで、これをうまく有効利用する方法をちょっと今から説明していきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。とこれはですね、昨日昨日高芽がいっぱい出てるところちょっと切ってきたやつがあります。これを使ってちょっと鉢作りをしていきたいと思います。はい、これぐらい切りますね。切っていきます。こんな感じです。ちょっと大きめの高芽ですね。はい、切ります。で、1本ですね。1本。2本。3本。4本。今回5本使います。ハイゴケをこれぐらいにカットしたやつで結んでいきます。こういう形ですね。でこれを置きまして、こういう感じ。5本まとめました。裏はこんな感じです。はい、ここから根が出たがってますね。これをハイゴケで包んで、ハイゴケの役目はですね、これを安定させるためと水分をちょっと保湿するために使います。でこれで黒い糸でミシン糸で結んでいきます。くるくるくるっていう形ですね。これはちょっと扁平にしております。丸じゃないです。横並びに並べて、バルブが重ならないようにしております。はい、これでこんな感じ、ちょっと扁平です。でこれで最終的に糸をプチンと切って端っこを掴んで中に押し込めます。でちょっとはみ出てる、苔を切っていきます。で苗の出来上がりがこんな感じです。こんな感じです。じゃあこれをですね、この板につけていきます。これはバケツでですね、ちゃんと塩抜きしたやつです。細めのやつです。細めのやつで、これにこういう形でくくりつけていきます。今回はアルミ線の 1.5 ミリでくっつけます。で穴を2つ開けております。それに通します。
これできつく巻いていきますね。はい、簡単です。これで出来上がりです。これで出来上がりですね。で後ろの方を危なくないようにカットして、これを折り曲げてやったらこれで出来上がりですね。こんな感じで今年はつけていきます。でこれが1年経つとどうなるか、こんな感じです。こんな感じで仕上がっていきます。今からこのバルブが伸びていきますからね、来年は綺麗な花が咲いてくれると思います。でこれが一つのパターンです。これが流木につけてみたやつです。こんな感じでしっかり木についてきますからね。遊び心でこんな棒切れを切ったやつですね、斜めに切ったやつでそれにくっつけてもつくんですよ。こんな感じ、いろんな遊び方ができると思うんですよね、作り方が。はい、しっかり着生蘭だから根がつきます。特にアフィルムの場合には根の活着率がいいです。いろんなのにくっつきます。皆さんも高芽がいっぱい出たらですね、こういった遊びをしてみるのもいいかなと思います。1年目は大したことないんですけど、2年目からはある程度化けてくれます。これが今から9月まで伸びて綺麗な形になってくれると思うんですよ。で夏場はもう7月8月9月は観葉植物と思ってもらって、しっかり水をあげて、育ってやると秋にはかっこいい、垂れ下がりながらいい商品ができるものができると思いますんで、皆さんこういう形でやってもらえるといいかなと思います。もう一つ同じように作ったのがこれなんですけど、これは背後系にですね、この高芽をタッカーでタカンタカンってつけただけです。そういったやつでもつくんです。はい、焦を引いてその上にこの高芽をですねタッカーでタカタカつけたっていう形ですね。それでもこんな感じになります。今はこれですけど夏場に太るからこう垂れ下がりながら秋まで綺麗な形になると思うんですよね。はい、アフィルムなかなか流通してないけどどうやって作り方どうやったらうまく作れるかなというのもいろいろ研究したら面白い作り方ができますね。皆さんもぜひいろんなのを挑戦してみられるといいかなと思います。はい、なかなか一番には出てこないけどこの高芽はいっぱい持ってる方が増えますんで、いろんな遊び方ができるかなと思います。ぜひ、アフィルム挑戦してみてください。夏場は観葉植物、流木もいろいろあります。こんなやつにつけるとかですね。はい、もうそこら辺に平べったい流木でしたよ、これも。でも今年は面白くなると思うんですよね。はい、こんなのいっぱい作っています。はい、いっぱい作ってます。できるだけ栗から村さんの方で紹介はしていきたいんですけれども、はい、花が咲いている時がベストじゃなくて、こういう今から伸びるのが面白いっていうのをぜひ皆さんも分かってほしいなと思っております。苔玉だけでもですね、ちょっと太りすぎたのがあるんで、今の状態でこんな感じです。9月まででしたらですね、相当な形になるかなと思います。これはちょっと大きな流木につけてですね、かっこよくしたいなと思っています。これぐらいになったやつですね。段階的に今いっぱい小さいのから大きいのまでできてきているんで、あとはですね、いろんな作品を作っていきたいなと思っています。流木漬け、板漬け、いろんなやつにつけてですね、面白い形で皆さんに提供できればいいかなと思っています。はい、面白いですよ。アフィルムですね。はい、こんな感じで高芽がいっぱい皆さんできた方もおられると思いますんで、ワンパターンで8ポットに植えるんじゃなくて、いろんな着生する方法がありますから、ぜひ挑戦してみてください。ちょっと着生する時期はですね、9月までは大丈夫です。その代わり着生する根っこはですね少ないけど、来年また来春からですね、来年の初夏まで太ってきますから、はい、冬枯らさなければ結構きれいになっていきます。はい、
そういうのをいっぱい今作っておるところですね。やはりちゃんとしたものを作り上げるには2年から3年かかるというようなことはちゃんとそこら辺を考えてもらってですね、はい、2年3年かけていいものを作るような感じで取り組んでもらえるといいかなと思っております。はい、アフィルムですね。ぜひ墓目作り挑戦してみてください。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。